では今日のつもりだの否定形を作ってみましょう。これは消します。否定形は内形を使います。否定形でいいか。否定形を作ると、この3つはどうなるのか。1番は否定形で言うと行かない、もしくは行きません。1番は行かない。なぜ行かないになるかわかりますか？行くは動詞の1グループ。く、かきくけこのく。かきくけこの内形はか、ない、行かないですよね。覚えてますか？そして丁寧に言うと行きません。マスケの否定の仕方は行きません。これは動詞の活用のところで一度やってます。あれと思った方は動詞の活用の動画を見てみてください。行きませんが否定になります。じゃあ2番目は行こうと思わない。2番目は要形になります。行こうと思わない。丁寧に言うと行こうと思いません。じゃあ3番目は③のつもりだの時は行かないつもりだ。1番の行かないにつもりだをつけただけ。行かないと否定を使っているのでつもりだをつけるだけで OK です。丁寧に言うと行かないつもりです。否定形の作り方何回も見て覚えてくださいね。疑問文は疑問文を作ろう。ではつもりだを使った疑問文を作っていきます。話している相手にその行動の意思があるのかどうかを確認するときに疑問文で確認します。つもりだで作ると明日北海道へ行くつもりですか？疑問文の最後は上がります。なので明日北海道へ行くつもりですかという作り方になります。ただしこれは同僚とか同じ年の人とか友達の間で使います。これを使うときは友達にはこの文を使います。じゃあ会社の中の上司だったり自分より年上の人にはどうやって使うかというと、明日北海道へいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？明日北海道へいらっしゃいますかと聞いてください。会社の上司、それから初めて会った人とか初めて会話をする人、あと年上の人と話するときはいらっしゃいますか？このいらっしゃいますか、しゃいますかは敬語になります。
丁寧な言葉よりさらに丁寧な言葉になります。これを敬語と言います。敬語はまた別の動画を作って、敬語たくさんあるので、よく使う敬語だけを別な動画でご紹介したいと思います。これは上の人。否定形の作り方と疑問文の作り方、大丈夫ですか？ではもう一つ、このつもりだのつもりだは時間の余裕がありますよね。時間の長さ、前から思っていたこととこれからやろうと思っていることについて話すことができます。それと同じ使い方ができるのが予定だというのがあります。これからの予定を話したいとき、ほとんど同じ使い方をするんですが、ほんの少しだけ違います。何が違うかというと、こっちは自分一人で決めたこと、自分一人で決めたことになります。こっちは誰かと相談して決めた内容を言うとき、時に使います。例えば、来週の休みは友達と海へ行く。例えば、来週の休みどうするの？と聞かれて、来週の休みは友達と海に行くつもりです。このつもりです。まだ友達に相談していないけど、自分は友達と海に行きたいということを意味します。今自分が決めました。私が決めたことです。話しました。じゃあこれが予定です。予定ですになると、来週の休みは友達と海へ行く予定です。これはもう友達と相談の上決まったこと、もう相談済み、友達と話し合い済み、友達と意見が来週の休み海へ行こうねともう決まってしまっていることを言うときは予定ですを使う。これは自分だけが思っている。つもりですを使うと自分だけが思っているという形になることが大きいです。予定ですになると、相談済み、友達との約束はもうできてますという使い方になります。予定は未定ですという言い方もあるので、確実に予定が実行されるとは限りません。でも誰かと相談して決めてありますという時は予定ですを使います。ここまで大丈夫ですか？つもりですを使うか予定ですを使うかで話のニュアンスが変わります。例えば、ワニさんがユニさんに来週の休みにデートしようよ。ユニさんは来週の休みは友達と海へ行くつもりですと言うと、まだユニさんは友達と海へ行くことが決まっていないので、ワニさんはもう一押しします。それは決まったの？例えばユニさんが来週の休みは友達と海へ行く予定ですと言ってしまったら、もう予定が決まっているので、ワニさんはそれ以上言えません。はい、わかりました。じゃあまたこの次ねということになります。なので、つもりですと予定です。男の子はちゃんと聞き分けてください。女の子は使い間違わないように。ということで、今回は
つもりだとつもりですの使い方についてやりました。自分の意思を伝える表現の仕方はもっともっといっぱいあります。これからも使える文法を目指して動画を作っていきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今日はここまで。またね。